こんにちは、みゆです。今回はインド一人旅に行ってきます。インド一人旅っていうだけでもなんかワクワクドキドキな感じなんですけど、今回インドまで乗っていく飛行機がマレーシア航空っていうフルサービスの航空会社なんですけど、なんか結構なんかいろんなあんまり良くない噂があるみたいで、飛行機自体もワクワクドキドキな感じです。ということで今回この動画では、インドの入国方法、インドまでの道のりと、あとはこのマレーシア航空のレビューをしていこうと思います。でマレーシア航空があんまり良くない噂があるっていう感じなんですけど、フルサービスなのでサービスとかはちゃんと全部ついていいんですけど、2010年くらいまでだったかなはなんか5つ星を取ってたり、すっごい評判のいい航空会社だったんですけど、2010年代になんか墜落したり行方不明になったりして、しかもその対応がちょっと微妙だったっていうので、そこから評判を落としちゃったっていうような会社です。ただそういう飛行機の事故で車の事故より確率が低いって言われてるし、そんな頻繁に起こるもんではもちろんないので、あんまり気にせず、気にしたところで変わるもんでもないので飛行機エンジョイしてこようかなっていう感じです。でそんななんかちょっと心配になっちゃうような航空会社かもしれないんですけど、フルサービスの中ではすっごい安くって、私は今回土日の人気の時間帯で取ったんですけど、それでもインドまで往復で8万円くらいでした。ちょっとクアラルンプールまでは値段わかんないんですけど、結構安いっていう口コミが多そうです。でこれからチェックインカウンターに行ってチェックインをしていくんですけど、マレーシア航空は2日前からオンラインでチェックインすることができて、でオンラインチェックインしておくことでスムーズになんか別のオンラインチェックイン用の短い列に並べたり、あとは席を先に選べたりするような特典があります。でなんか調べてたらオンラインチェックインしたらそのまま航空券もらえるとか書いてあるところが結構あったんですけど、私は航空券もらえなくって、オンラインチェックインはしたけどカウンターに行ってチェックインっていうか、航空券をもらいに行くっていう感じです。でちなみにオンラインチェックインする時も、パスポートが必要で、私は今回インドに行くのでインドのビザの番号も入れました。じゃあこれから向こうにあるカウンターに向かってチェックインしていきます。はい、チェックインしてきました。やっぱりネットにあった情報の通り、オンラインチェックインしてない人たち用の列はすっごい長くって、オンラインチェックインした人たちの列はすごい短くて、私は5分くらいでチェックインが終わりました。で、チェックインの時はパスポートを渡して、あとはインドなのでインド用のビザがあるかと旅程の帰ってくる日を聞かれました。でマレーシアは行ったことあるんですけど、ビザが必要ないので、マレーシアまで行く人は特に他に用意するものはないと思います。で荷物なんですけど、マレーシア航空はフルサービスの航空会社なので、安い値段で飛行機取っても荷物を預けることができて、1個まで預けることができるはずです。ただ安い飛行機を取った場合は荷物が10キロまでだったかな。よくあるのはだいたい23キロまでとかいうのが多いので、マレーシア航空はその半分以下っていう感じです。で私の荷物だと余裕で10キロ以内だし、預けることもできるんですけど、今回私は預けてなくて、大きい荷物、大きいリュックそのまま背負ったまま行きます。というのもこのマレーシア航空が結構驚きの遅延率で私が飛行機取ったトリップドットコムによると、なんか 60% くらいの確率で遅延するみたいで、今回クアラルンプールで乗り換えする時間が2時間くらいしかなくって、でもし1便目が遅れて2便目のもともと予定してたの乗れなくって、で別の便に振り替えるとかもしなった場合に、ちゃんと荷物が引き継がれてるのかなとか、ちょっと余計な心配をしたくないなって思ったんで、機内に持ち込みできる大きさと重さにして、このまんま持って行って心配なく行ってくるっていう風にしようと思います。でもネット上には全然遅れなかったっていうケースとかも書いてあったりするので、余計な心配をしているだけかもしれないんですけど、個人的な好み、全然カウンターでは預けてる人もたくさんいたのでマレーシア航空は預けられないっていうわけではないです。
で、インドの入国ビザなんですけど、インドの観光ビザには2種類あって、1つが E ビザっていうオンラインで申請しとくやつで、もう1個がアライバルビザっていう空港でもらうビザになります。で、このアライバルビザが結構なんかいつなくなるかわからないとか、なんか不安要素があるみたいで、結構ネット上ではE ビザを先に取得しとくことをおすすめしてる人が多いみたいです。ということで、私も今回は E ビザを取ってきました。で、この E ビザは期間とかタイミングによって4つ種類があるんですけど、ローシーズンに取るビザで30日までのやつが確か10ドルで、他のハイシーズンの30日とあと1年と5年が全部25ドルで、今回はハイシーズンになったんで5年のビザをもう一気に取っちゃいました。で、この E ビザの申請フォームがすっごいめんどくさくって、1時間もうちょっとかなかかるので、時間には余裕を持って申請しておくのをおすすめします。英語で申請するんですけど、ネットに1項目ずつなんか日本語訳してくれて、何入れたらいいか書いてくれてる記事とかもあるので、それ見ながら根気強く画面ロードするときにくるくる回って動かないとか、そういうこともあるので、そういうこと起こるもんだと思って根気強くやったら、ちゃんと申請することができます。じゃあそしたら保安検査場を通って搭乗口の方に向かいます。Assalamualaikum and very good morning. Ladies and gentlemen, just checking.
はい、マレーシアクアラルンプール国際空港に着きました。ちょっとだけ遅れて今5時半に今出てきたところです。でいつも乗り継ぎの時はだいたいなんか本検査場すぐ通ったりするんですけど、クアラルンプール国際空港ではゲート搭乗口のところに本検査があるので、このまま搭乗口に向かって、搭乗口が開く前くらいに多分本検査も始まるんで、それで通ってっていう感じです。あっという間にゲート搭乗口について、あっちに今搭乗口がある感じです。で、マレーシア航空1便目乗ってみて思ったことなんですけど、印象としてはなんかサービス、シチュエーションの喋り方とかがすごい丁寧だったなっていうすごい好印象が残ってます。で、機内食は可もなく不可もなく美味しい感じで、席はなんか割と横も前もゆったりしてて、荷物を下から取ることとかもできたのでいいんじゃないかなって思います。でエンタメは、最近私が乗ったフラッグシップの、カタル航空と比べると最新のが揃ってるとか数とかは負けちゃうんですけど、バービーとあとポケモンの探偵のやつがなんか最近多分リリースされたやつで、私が知ってるやつだとそれがあって楽しめました。であと本当に4つだけよくわかんないやつだったんですけど、日本語のドラマもあって、他にも中国語とかいろんな言語のやつがあったんで、いろんな言語に対応しようとしている努力っていうのが見れたかなっていうすごい好印象でした。じゃあちょっともうちょっと待って、そこのゲートから入っていきます。なんかゲートの前になって待ってる人がもうなんかすでにインド人っていう感じで、もうインド来たかなっていう感じが半分してます。The other side. Thank you. Good night. はい、さてインドニューデリーに到着しました。今日の朝4時半に起きて丸1日かけて、今多分日本深夜なんですけど、丸1日かけてやっとのことでインドまで到着しました。で、今ここにイービザを印刷したやつがあるので、
これを持ってイミグレーションの方に行って入国しようと思います。あともう一個、クアラルンプールで搭乗口でパスポートとか渡してピッてしてもらった後になんかよくわかんないFor Foreigners って書いた紙をもらって、それも埋めました。で、私あるの知らなくってボールペン持ってなくって、たまたま隣にいる人に借りることができたんですけど、なんで皆さんはボールペン持ってくるようにしてください。で、マレーシア航空について2便目乗って追加のレビューなんですけど、なんか1便目ですごいサービスが良かったっていうか CA さんのコミュニケーションが良かったって話をしたと思うんですけどなんか2便目はなんかちょっと横柄というか、あれですかね、文化とかで変えてるんですかね。なんかインドは結構もう列とか抜かしてきたり我先にって感じなんで、 CA さんもないものはないって言ってドンって言わないといけないって感じなんですかね。ごめんなさい、ないんですっていう感じよりは、もうチキンなくなっちゃったんです、はい、それだけですみたいなちょっとそんな感じがしました席に USB ポートで充電できるようになってるんですけど、それを今回使ってみて、他の飛行機であったような緩いっていうこととかなくって普通に使えたんですけど、めっちゃくちゃ遅くって思ったほど充電できなかったんで、それだけ残念ですが、あるだけマシですかねで、機内食が多分出発地に合わせてるのかな。1便目は日本食ともう1個なんかチキンがあって、2便目は、ヒンドゥーか、ベジタリアン、インドのインディアンベジタリアンみたいなので選ぶっていう、すごい日本人からしたら面白い感じでした。で、これからイミグレーション通ったらニューデリーの市街地の方まで向かうんですけど、この空港から市街地の方まで向かい方は、一番楽なのはウーバー、300、400ルピーくらいなんで、1000円くらいでウーバーで楽に行くことができます。あとはメトロが通ってて、メトロだと確かなんか60ルピーとか100円ちょっとくらいとかめちゃくちゃ安く行けるんで、今回ちょっと遅すぎるんでウーバーで安全に向かおうと思うんですけど、メトロも結構他の方の YouTube とか見たら乗ってる方いるんで、昼間とかだったら使ってみようかなって思います。イミグレーション通って外に出てきました。イミグレではパスポートとビザと書いた紙を渡して、顔写真撮って指紋撮って普通に終了しましたなんか思ったよりもうちょっと並んでるのかなと思ったんですけど、思ったよりスッて通れて、もうすぐに外に出ます。で、これからウーバーを探すんですけど、ウーバー先頼んだんですけど、なんか駐車場に行かなきゃいけないみたいでちょっと頑張って探します。はい、ということで本日の宿に到着してますちょっとウーバーからワープした感じなんですけどなんと今日は私が YouTube を始めてから初めて友達の家にステイしてます。たまたまインドに来ることになったよって東京にいるインド人の友達に言ったら、たまたまその友達と会ってる時に、そのお母さん、デリーに住んでるそのお母さんがたまたまその友達にビデオコールして、もうそしたらもうこれは It's meant to be なんか運命じゃねみたいな感じで、友達本人はいないんですけど、ご実家に滞在させてもらってるっていう感じです。
で、今回私はインドに1週間ちょっと滞在するんですけど、行くのが今いるここのニューデリーと、あとはアーグラっていうタージマハルがあるところと、あとジャイプールっていうピンクシティって呼ばれてて可愛い観光で有名なところで、この3つがゴールデントライアングルって呼ばれてて、初インドで来るんだったらここじゃないっていうようなところみたいです。で、あとは実は今回インドに来ることになったのが、インド人の友達が結婚式を挙げるっていうので招待してくれたので、せっかくなんで来てみようっていうことで、ほぼほぼずっと一人なんですけど、意を決してインドまで一人で来てみたっていう感じです。で、その友達の結婚式がデラドゥンっていう、このニューデリーから、北に飛行機で45分、電車で6時間かなっていう、ヒマラヤ山脈のふもとにあるような都市であるので、そこ含めて4つの都市を回っていきます。で、初インドめっちゃカオスでなんかちゃんと整ってなくって、ちょっとドキドキだなって思ってたんですけど、なんかウーバーの中から見てるだけの印象なんですけど、今のところなんか思ったより発達してるぞっていうか、私が今まで経験したことのあるレベルのベトナムとかメキシコくらいかなっていう風に見えました。なのでちょっとドキドキが薄れて今ワクワクが強いです。とはいえもマジで眠いので、今日しっかり寝て明日からちゃんと観光できるようにします。ということで今日の動画はこれで以上になります。参考になった方、楽しかった方、よかったらいいねやコメントで教えてくれたらとっても嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。